パワハラ上司が深夜残業を俺に押し付けた結果、お前が勝手に残業してんだろ。勤怠ログは嘘つかないよ。中堅 IT 企業に勤める30歳の社内 SE、一致の話です。これは勤怠システムと PC インフラの管理を担当してる社員500人規模の会社で、システムは全部俺が見てる。500人のシステム1人で管理とか大変そう。勤怠システムの監査ログまで管理してるから、誰がいつログインしたかも全部わかる。管理者権限持ちか。これは重要そうだな。そんな一致の上司が45歳のパワハラ課長川島でした。おい一致、この資料まだできてないのか。すみません、今日中には必ず。今日中じゃ遅いんだよ、今すぐやれ。実はこの課長、部署でも有名なパワハラ上司だった。無茶ぶりは日常茶飯事で、できないと怒鳴られる。なんでこんな簡単なこともできないんだ。お前はいつも仕事が遅いんだよ。毎日のように怒鳴られて、精神的にも参ってた。ミーティングの議事録30分で作れ。2時間のミーティングの議事録を30分で。できないのか。無能だな、無茶ぶりすぎる。この上司マジで最悪。でも転職するにも妻が妊娠中で踏み切れなかった。これはひどいな。典型的なパワハラじゃん。毎日こんな調子だった。耐えられないわ。ある日、人事部から突然呼び出された一致。リーチさん、あなたの残業時間について相談があります。残業時間ですか？先月の残業時間が120時間を超えています。120時間。過労死ラインを大幅に超えています。健康面談を受けていただく必要があります。いや、でも俺そんなに残業してないんですけど。勤怠システムにはそう記録されています。実際俺は最近19時くらいには帰ってることが多い。深夜まで残業なんてここ1ヶ月してない。おかしくね？勤怠データがバグってるのか。とにかく産業医の面談を受けてください。はい、わかりました。産業医の面談を受けたけど、健康状態に問題はないって言われた。でも勤怠データには深夜2時までの残業が記録されてる。おかしい。俺そんな時間まで会社にいた記憶がない。自分で勤怠データを確認してみることにした。データを見ると確かに深夜2時3時の退勤記録がある。でも俺の記憶では19時には帰ってるはずなんだが。これは何かおかしい。システムのバグ。翌日課長に相談してみることにした。課長、勤怠データについて相談があるんですが。ああ、なんだ。俺の残業時間が異常に多く記録されてるんです。深夜2時3時まで働いたことになってますが、実際は19時には帰ってることが多いです。は？何言ってんだお前。システムにそう記録されてんならお前が残業したってことだろう。でも実際には。自分の仕事が遅いからだろう。甘えんな。いえ、でも本当に深夜まで残業した記憶がないんです。記憶にないって、なんだそれ。お前頭おかしいんじゃねえのか。パワハラすぎる。課長は全く取り合ってくれなかった。この課長絶対怪しい。何か隠してるだろ。でもこれで終わらなかった。問題はここからだった。数日後、一致は再び人事部に呼び出された。リーチさん、重大な問題が発覚しました。重大な問題ですか？あなたが勤怠システムを不正に操作して残業代を不正に受給していた疑いがあります。そんなことしてません。川島課長から報告がありました。一致は勤怠システムの管理者権限を持っている。その権限を悪用して自分の残業時間を水増ししていた。そんなことしてません。むしろ俺残業時間が多すぎておかしいって相談したんですけど。それは自分の不正がバレそうになったから焦ったんだろう。先に相談することで疑いをそらそうとしたんだ。ふざけんな。これはひどい濡れ衣だ。課長が犯人だろ絶対。とにかく調査が終わるまで自宅待機してください。過去2年間の残業代約300万円の返還を求める可能性があります。300万円？悪質と判断された場合、
懲戒解雇もありえます。そんな、俺何もしてないのに。家に帰って妻に事情を説明した。懲戒解雇ってどうしよう。私今妊娠3ヶ月なのに住宅ローンもあと2500万円残ってるし。ごめん、本当に俺は何もしてないんだ。信じてるわ。あなたがそんなことするわけない。でも300万円の返還なんてとても払えない。赤ちゃんのためにお金を貯めてたのに。大丈夫、俺は何もしてない。必ず証明する。システムの管理者は俺だ。必ず真実を明らかにできる。でもどうやって？勤怠システムには全ての操作ログが残ってる。誰がいつどんな操作をしたか全部記録されてるんだ。妊娠中なのに辛すぎる。課長マジでクズだな。同僚に連絡して事情を説明してみた。一致。悪いけど俺証言とかできないわ。課長に睨まれたら俺もクビになるかもしれないし。そうか、わかった。ごめん、俺も家族いるから。課長は部長とも仲がいいから俺たちじゃ太刀打ちできない。そんな、みんな怖がってる。同僚は全員課長の圧力に怯えて証言を避けた。完全に孤立無縁だった。誰も助けてくれないのか。課長の権力が強すぎる。人事部から正式な通知が届いた。懲戒解雇、産業代300万円の返還請求、さらに業務上横領の疑いで警察への告発も検討中。ふざけるな、俺は何もしてない。絶対に証明してやる。一致頑張れ。真実を明らかにしてやれ。俺には最強の武器がある。勤怠システムの管理者権限だ。システムに残ってる全てのログを調べてやる。それだ。ログは嘘をつかない。こうして俺の反撃が始まった。自宅の PC から VPN 経由で会社の勤怠システムにアクセスした。管理者権限があれば全ての監査ログにアクセスできる。これは期待できそう。管理者権限って最強じゃん。まず俺の勤怠データの編集履歴を調べた。監査ログには誰がいつアクセスしたか、何を変更したかが全て記録されている。すると、あった。課長のアカウントから深夜に俺の勤怠データを編集した記録が。2024年11月15日23時47分、川島課長のアカウント。俺の退勤時刻を19時00分から深夜2時00分に変更。つまり俺が19時に帰った後、課長が勝手に勤怠データを改ざんしてたってことだ。決定的な証拠だ。これは完璧。課長完全にアウトじゃん。次に課長自身の勤怠データも調べてみた。なんと課長は同じ日の深夜2時まで残業したことになってる。でも編集履歴を見ると元の退勤時刻は18時00分だった。課長は自分の残業時間を削除して俺に押し付けていたんだ。自分は定時で帰って俺に深夜残業を押し付けてたってわけか。最低すぎる。こんな上司いるのか。クズすぎて笑えない。さらに調べを進めた。 PC のログオン記録を確認すると、課長は毎日18時00分にログオフしている。毎日定時退社かよ。それ以降課長の PC は全く使われていない。ログオン記録まで残ってるとか。次にオフィスの入退室記録も確認した。徹底的に調べてる。課長の IC カードは毎日18時15分に退室記録がある。完璧に定時帰りしてるじゃねえか。自分は定時で帰ってるのに。部下に残業を押し付けてたのか。過去2年分のログを全て抽出した。2年分徹底してる。ログは全て残ってる。データベースから完全に削除しない限りな。課長が勤怠データを改ざんした回数426回。426回。常習犯じゃん。俺に押し付けた残業時間の合計2400時間。2400時間。100日分じゃねえか。残業代に換算すると約800万円。800万円も。これは完全に犯罪だ。悪質すぎる。絶対に許せない。
課長が本来支払うべきだった残業代を俺に押し付けていた。つまり会社から800万円を不正に受給していたってことだ。さらに課長が自宅から勤怠システムにアクセスした記録も発見。 IP アドレスから課長の自宅と特定できるすべての証拠を詳細にまとめた報告書を作成した。監査ログ、 PC ログオン記録、入退室記録、 IP アドレス、すべて改ざん不可能な証拠だ。完璧すぎる。課長完全に積んだな。弁護士事務所に相談に行った。これは完璧な証拠ですね。勤怠システムの不正操作、労働基準法違反、業務上横領、複数の罪状で訴えることができます。労働基準監督署にも相談した。これは極めて悪質なケースです。直ちに会社への立ち入り調査を開始します。証拠を持って社長に直接報告することにした。課長、お前の悪行は全て明らかになる。いよいよ反撃だ。課長様。そして運命の日が来た。社長、人事部長、法務部長、課長、部長が出席する緊急会議が開かれた。イッチ君、話を聞かせてもらおう。はい、まずこれをご覧ください。勤怠システムの監査ログです。2024年11月15日23時47分、川島課長のアカウントから私の退勤時刻が19時から深夜2時に変更されています。なんだと？ちょっと待ってください。それは誤操作です。誤操作が426回も、しかも全て深夜の時間帯にご自宅の IP アドレスからアクセスしています。それは過去2年間で計426回の勤怠データ改ざんを確認しました。426回も。さらに課長自身の勤怠データも改ざんされています。元の退勤時刻は18時なのに深夜2時に変更されています。しかし PC ログオン記録を見ると課長は毎日18時にログオフしています。入退室記録では18時15分に退社しています。川島、これはどういうことだ？それは課長は自分の残業時間を削除し私に押し付けていました。総残業時間2400時間、残業代換算で約800万円です。800万円だと？さらに課長が自宅から勤怠システムにアクセスした記録もあります。 IP アドレスから課長の自宅と特定できます。完璧な証拠だ。言い逃れできない。いや、それは上から残業時間を減らす要圧力があって、部署の残業時間削減目標があって、数字を合わせないと。だからって部下に押し付けていいわけがないだろう。川島課長、あなた自身は毎日定時で帰っていたんですよね。それは自分は楽をして部下に全ての負担を押し付けていた。部長も怒ってる。完全に孤立無縁。しかもリーチさんを残業代不正受給で訴えようとしていた。濡れ衣を着せようとしていたんですね。すみませんでした。魔が差しました。今さら謝っても遅い。426回も改ざんしといて。法務部長、これは法的にどうなる？勤怠システムの不正操作は電子計算機使用詐欺に該当します。労働基準法違反、業務上横領、名誉毀損も該当します。懲戒解雇は免れません。そんな。川島、お前は懲戒解雇だ。懲戒解雇。来た。ざまあ。さらに不正に受け取った残業代800万円は全額返還してもらう。800万円なんて、そんな大金。イッチ君への慰謝料として500万円も支払ってもらう。労働基準監督署と警察にも通報する。1300万円。そんな金額、ざまあ。完全に積んだな。イッチ君、本当に申し訳なかった。君の懲戒解雇は取り消す。そして今日から君を課長に昇進させる。課長に？さらに特別ボーナス200万円と年収100万円アップを約束する。ありがとうございます。そして新しい労働時間管理体制の構築を君に任せたい。二度とこんなことが起きないように頼む。はい、必ず実現させます。課長は懲戒解雇され
労働基準法違反で罰金100万円の刑事処分を受けた。電子計算機使用詐欺罪と業務上横領罪でも起訴されたらしい。起訴までされたのか。さらに妻にも離婚され、全てを失った。800万円の返還と500万円の慰謝料で破産寸前だとか。1300万円は痛い。業界でも噂が広まり、再就職は絶望的だそうだ。 IT 業界って意外と狭いからな。すぐ噂が広まる。完全に終わったな。自業自得だわ。俺は課長に昇進し、新しい労働時間管理体制を構築した。勤怠データの改ざんができないように2段階認証と監査ログの強化を実施した。セキュリティ強化。戦車的な残業削減プロジェクトのリーダーにも任命された。会社全体の残業時間を 30% 削減することに成功した。すごい。あなた、本当に良かったわね。あの時、あなたを信じて本当に良かった。ありがとう。君の支えがあったから頑張れた。ボーナス200万円で赤ちゃんの準備もできるわ。慰謝料の500万円もあるし、安心して子育てできるわ。ああ、これからは幸せな家庭を築いていこう。年収も100万円上がったし、生活も楽になるよ。主よかったな。ハッピーエンドだ。最後まで読んでくれてありがとう。主よ2、いい話だった。めっちゃスカッとしたわ。勤怠システムのログは絶対に嘘をつかない。 PC のログオン記録、入退出記録、全てが証拠になった。ログ最強。証拠さえあれば必ず正義は勝つんだ。感動した。主頑張ったな。